エンジンの吹き上がりがとにかく軽くて気持ちよくて、ボーイズ&グリッジ TV、今日はですね2台持ちでございまして、この素敵な2台とイケメンのオーナーさんに来ていただきましたお名前は小林康介と申します。年齢は29歳です。29歳、はい、どちらからいらっしゃいましたか？埼玉県小川町です。そうです、今日はですね、埼玉県小川町に来て、この素晴らしいロケーションでこのなんとも異質な、そして素敵な2台を並べてるわけですけれども、お仕事は、建築とあとインテリアデザインをやっているのと、あとこの小川町で、マート小川っていうお店を営んでおります。どんなお店ですか？僕らは生活商店って呼んでるんですけど、5つのセレクトがあって、ナチュラルワインと、ナチュラルアイス、あとパンと、あとコーヒーと、あと日用品を扱ってる、キオスクみたいなお店です。なるほど。なかなか興味深い方でございます。家族構成は？家族は夫婦2人です。そしてこの2台ですが、1台目、まずこちら何でしょうか？これは、アルファロメオの156ツインスパークです。そうですね、 2.0 ツインスパーク、年式は2001年です。2001年、はい。じゃあまずはですね、このアルファロメオ156からお届けします。康介さん、まずは1台目アルファロメオ156、はい、購入のきっかけ、いきさつどんな感じですか？最初は、155がビジュアルがすごい好きで、先代ですね。FR から FF になった155で、個人売買サイトでグリーンの個体があって、それを試乗させてもらったんですね。あ、そうなんですね。はい。エンジンフィールがすごい気持ちよくて、ただちょっと値段が高くて、その車が。状態もなんかちょっと塗装がやれてて日焼けもしてたので、ちょっと検討してたら売れちゃって、でまた探したんですけど、同じエンジン積んでる気持ちいいフィールの車、やっぱそのエンジンの感じは忘れられなかった。同じエンジンを積んでる、155と、156も一応検討の幅を広げたら、これ友人に紹介してもらって、それで乗ってやっぱ気持ちいいなっていうので購入に。これも試乗したんですか？しました。あ、なるほど。はい。やっぱりエンジンフィーリング良かった。良かったですね。特徴はちょっと教えてもらっていいですか？155とやっぱ違って急に流線形のスタイリングになりましたね。四角かったですよね、155ね。本当に子供が車の絵描いたらあんな形になりそうなこれも流線形ですごいかっこよくて、でなおかつやっぱ希少な色だったので。あ、これなんて色？これアークティックグリーンっていう色なんですけど、それも購入の決め手になりましたね。156も見なくなりましたもんね。なかなかね、街で見かけるとおってなりますね。確かに。どんなとこ気に入ってますでしょうか、156？やっぱりそのさっき言ったエンジンの吹き上がりがとにかく軽くて気持ちよくて、もうタコメーターがぐんぐん回る、その感じが気持ちいいですね。なるほど。はい。それとなんかアルファ独特のシフトが結構長いんですけど、シフトのこのシフト、そうですね、ストロークがすごい長いんですけど、なんかそれも結構入りがスコスコ入って、なんか長さを感じずに結構スポーティーで気持ちいいところ気に入ってますね。軽快なエンジン、回る音、音もいいですか？音もね、最高です。エキゾーストというより、インマニの音がすごい車内で聞こえてきて、だから窓開けなくても、こう車内で反響してくる音がこう回すと気持ちいいですね。じゃあちょっとその音を聞いてみましょう。こちら。いや、いい音ですね。やっぱり気持ちがいい。気持ちいいです。というその気持ちのいい車、エンジン、そしてマニュアルトランスミッション、体験してみましょう。じゃあ乗ってみましょう。はい、お願いします。アルファロメオ156でございまして、なんかもうね、ライトな感じが助手席でも伝わってくるんですけど、でどうですか156乗ってみて。いや、調子もいいし、やっぱこのツインスパークのエンジンの吹けがすごいいいので、マニュアルでね。そう、マニュアルでやっぱ楽しい。はい。2リッターエンジンのツインスパークですけど、とにかくタコがヒュンヒュン回るので、そうめちゃくちゃ踏んで気持ちいいですよ。やっぱり。おーい、本当だ。いいね
軽やかにこうクーッと回りますね。そうですね。トルクも結構ある感じしますね。そうで、こっから助手席からメーターが見えないっていう、これね、アルファロメオの特徴といいますか、コックピットから全部綺麗に見えるんですけど、こっから何キロ出てるか何も見えない。本当に見えないですよね。本当に見えない。すごいですよね、この設計。本当ですよね。中心にもね、そう、真ん中にも燃料計と時計と水温が見えないですもんね。そう。これ馬力どれぐらいあるんですか？ちなみに。馬力は例えば150くらいですかね。ちょうどいいですよね。ですね。めちゃくちゃ速いわけじゃないけども、こうね、ベタ踏みできるぐらいの楽しみがあるというか。いや、そうですね。2速でそこそこ回転上げても、そんなにスピード出過ぎないし、ちょうどいいかもしれないですね。確かに。これ何代目の車でしたっけ今？これは僕はこれ3代目です。3代目1代目がロードスターでしょ。そうですね、ロードスター、グリーンのロードスター、マツダですね。これ楽しそう。で2代目がBMW の E46 の3シリーズの後期型のツーリングワゴン乗ってましたからこのイタリアの FF の2リッターのツインスパークっていう軽快なところに来ましたけど、3代目どうですか？BM とアルファ一時期2台持ってたんですけど、かぶってたんですけど、ドイツとイタリアで結構味付けが全然違うので、なんかそこはまず比較できたのがすごい面白かったのがあって、どっちもよく回るエンジンをね積んでそうな。そうですね。46の方は6発でしたけど、こっちは4発。そうで46は縦置きですよね。こっちは横置き。そうそう、結構ね、こっちから行く運転席の前右の方ですよね、確か。そうですそうです。はい、そうですそうです。そこに面白いところに置いてありますよね。そうなんです。真ん中じゃないから他に重量物があってうまいこと真ん中でねバランス取ってるんでしょうけど、結構足がしなやかな印象があって、でロールもそれなりにコーナーの時もしますし、だけどFF ゆえのこう鼻が入っていく感じみたいのはあるので、なんかこうドイツ車とかと硬さとは違ったまた乗り味がすごい面白いですよ。それでかつツインスパークがヒュンヒュンもあるので、思わずね踏みたくなっちゃう。まず踏みたくなっちゃう。4000くらいから急にこう高い音が確かに出てくるのはなんか本当に日常使いもできるセダンだけど、こういう風にちょっと広い道だったりとか気持ちいい道だと踏めて楽しいっていう素晴らしいいいところがありますね。なんかイタリア車のこう魅力みたいのが結構ぎっちり詰まった感じがしますね。イタリア車の魅力とはスタイリングがかっこいいのと、あと走りも適度に緩く、なんだろう、壊れやすいとかパーツがこうチープみたいなところを言われたりもありますけど、ちょっとプラスチックがそうですね。でもなんか必要最低限はもちろんそれになってて、で抜け感があって、やっぱ走りが気持ちいいですよね。そうですね。ドイツ車の走りとはまたちょっと違うスカッとした感じ。まさにそんな感じです。実は僕も昔セルスピードですけどブレーラン乗ってたんですけど、赤いやつですね。そう乗ってましたね。乗ってました。これはねマニュアルだからあれはあれで面白いんですけどね、これもこれで多分全然違うんだろうなと。マニュアルは乗られたことありますか？アルファロメオですか？多分1回やったかないかなぐらいですね。またセレとはなんか違いそうですね、感覚は。全然違うと思います。全然違う。もしやったら乗られてみますか？いいですか？はい。じゃあ言葉に甘えて浩介さんの156ツインスパークの2リッターマニュアル楽しみです。乗ってみます。いいっすね。これ最高に楽しい。いやーすごいですね。気持ちいいですね。めっちゃ気持ちいい。助手席結構楽しいですよ。本当？いやハンドリングもめちゃくちゃいいじゃないですかこれ。結構クイックですよね。なんか FF は頭重いんじゃないみたいなねこともありますけど、これ面白いな。いやこれ楽しいでしょ。楽しいですよ。あと結構シートが、柔らかくて、長時間運転しても結構疲れにくいんですよ。かもしれない。やっぱ移動の車としても、すごくこう重宝してるというか、そこら辺もバランスがすごくいいなって感じてます。確かに
お買い得な今結構流通してんですか、156のマニュアルって。どうだろう、調べると、まあ GTA が結構多くて。 GTA 高値の花ね、値段的に全然違いますよね。全然違います。 GTA は多分250とか300とか今でも。そっかそっか。そうそう、距離走っててもそれなりにしますけど、この2リッターのツインスパークのマニュアルは、まああんまないですかね。5台とか6台とかそれくらいですかね。めちゃくちゃいいですねこれ。めちゃくちゃいいっすよ。めちゃくちゃ多分思ってたより何倍もいい。いや嬉しい、そう言ってもらえると。超軽いし、車重も軽いんでしょうね。そうですね、1400もないのかなきっと。それでこの、ね、150馬力ぐらいでしょ、でよく回るエンジンでしょこの唯一無二の、ちょっと変な顔ね。そうですね特徴的ですよね。ですよね、これ前期顔ですか？そう、前期顔です。ですよね。前期は樹脂、黒い樹脂がついてて、で中期になると、その樹脂の部分がボディ同色になって、で後期になると顔がまるっと変わっちゃいますね。いわゆるブレラ顔ってやつになり、特に気に入らないところはないんじゃないですか。もうこれ最高の車だから。そうですね、なんか壊れるって言われがちですけど、僕の個体は全然ね壊れなくて、壊れてなくて、今まで整備でお金かけたことないので、まあ当たりだった気がしますね。唯一あるとしたら、回転半径がね広いんですよ。交差点で U ターンとかは1回じゃいけないことが多々あります。なるほど。この2台の使い分けとしては、こっちはどんな感じで使ってるんですか？こっちはもう完全に足で、仕事柄出張が地方にあったりするので、まあその時の移動の車として使ってますね。小川町を拠点どの辺まで行くんですか？最近だと、岩手県の水沢っていう町。どの辺ですか？岩手県高田市に相当長い。そうですね。でまあここから5時間半くらいかな。どうでした？疲れませんでした？いやでもそんなにやっぱシートがさっき言ったようにシートが柔らかかったり、本当程よいんですよ。足も硬くないので、高速は全然苦じゃなくて、長時間も楽に走れるなと思ってます。いや本当にいいと思います。これ抜けのいいマニュアルのセダンで、中排気量ぐらいのを探してる方にはとってもおすすめの1台な気がします。普通に5速で、ファイナルのギアで流しても楽しいし、ちょっとギア落として高回転域でエンジンの音を聞きながら走るのも楽しいので、エンジンのサウンドが気持ちいいですね。本当に気持ちいい。だからこういうちょっと田舎道ぐらいはね、結構カーブも多いから、3速ぐらいのホールドしといて、そうですね、結構気持ちよく走るのもね、いいかもしれないですよね。でも燃費のことを気にするなら4速に入れてゆっくり走るっていうのもとってもいいです。燃費ね燃費はね、あんまりよく燃費は踏むからでしょ。僕の乗り方も多分あると思うんですけど、結構僕踏みがちなので、これね回したくなりますよ。これ高速道路を運転してる時間が長い時はだいたい12とか、まあそうですよね。じゃあ156欲しいなと思って今この YouTube を見てくださってる方もいると思うんですけどまあ当たり外れはねあるかもしれませんけど、言われてることじゃないよっていうね。はい、すごいやっぱりツインスパークは気持ちいいですよね。めちゃくちゃいい。やっぱりアルファロメオエンジンすごいですね。最高です。ということで1台目はアルファロメオ156でございました。続いて後編はこちら車なんでしょうか？これはポルシェの 944S2 になります。944が登場しましたよ、ついにね。いた、びっくりしたな。年式は1991年式です。なんか勝手に開いてびっくりしてますけど91年式の944、後編いきます。